今オリンピックでもサッカーのワールドカップでもラグビーでもそうですけど、スポーツによって地域が盛り上がりますよね。だから福井からも J リーグのチームができて、そして福井からも日本代表の選手が出てくるような、それが地域活性化にもつながると思いますし、プラス子どもたちに大きな夢を持ってもらえると思うんですね。私がサッカーを始めたのはもう小学校、低学年から始めたんですけど、で中学2年生の時にブラジルの、マラカナスタジアムというワールドカップの決勝の舞台で15万人を前に試合をしたんですけど、その時にやっぱりもう将来日本代表になりたい、サッカーの道を歩みたいっていうふうに中学2年生の時に思いました。でそういう場を与えてくれたのは大人ですし、ですから、私が今サッカーにずっと携わってきて、今度は我々が子どもたちにそういう場を提供してあげなきゃいけない、導いてあげなきゃいけないなというふうには思いますね。だから福井の子どもたちに夢を持っていただくためには、我々が J リーグに上がって、子どもたちはそしたら大きな夢を持つんじゃないかなというふうに思いますね。我々選手は福井の子どもたちの憧れではなくてはいけないと思いますし、そういった意味で一日も早く J リーグに上がらなければいけないというふうに思ってます。そうですね、毎試合ホームゲームの後にはサッカー教室もやっておりますし、それはどなたでも参加可能な、イベントです。ですから、子どもたち一人じゃ来れませんので、親御さんたちも一緒に来ていただいて、スタジアムも盛り上がる、そして試合終了後には子どもたちも大好きなサッカーが選手たちとできるというような、システムになってます。我々選手にも伝えてるんですけど、サッカー選手の前にまず一人の一社会人として人間として、そういうところを人間教育ということも含めて、やってます。ですからサッカースクールの子どもたちにもまず挨拶をしっかりしましょう、感謝する気持ちを持ちましょう、相手をリスペクトする、そして親を、尊敬する、親に感謝の気持ちを持つ、そのあたりを、厳しく指導させていただいております。でそういうことを怠ると、練習もできないしサッカー教室もできないよっていうような形も、してます。ですから挨拶に始まって挨拶に終わりますし、そのあたりの教育というか指導はさせていただいてます。はい、そうですね、大切に思うことっていうことで、サッカーに関わるスポーツに関わる全てのこと、人たちに対してやっぱ感謝の気持ちってものすごい大事だと思うんですよね。ですから子どもたちもこうやってお前たちがサッカーできるのは親が怒ってくれるかであって、でボールを買ってくれるのもそうですし、スパイクを買ってくれるのもそうですし、そのあたりのことをまずそこから入りますね。はい、サッカーやる以前の問題ですね、そのあたりはね。はい、やっぱり環境を整えるっていうのはものすごく大事だと思いますし、それは何もないところだったら子どもたちそういう夢を抱かないと思うんですよね。だからその、場を設定してあげる、導いてあげるっていうのは大人の役割っていうことで、J リーグができたことによって、もうサッカーの環境、スポーツ文化がものすごく変わりましたし、夢が膨らんだと思うんですよね。で毎日毎日楽しくワクワクドキドキするような毎日にできる、これは素晴らしい、生活していく上で素晴らしいことだと思いますし、毎日なんとなくご飯食べて学校行って帰ってきてよりも将来プロになるんだって毎日、思って生活してたら楽しいですし、家族との会話もね増えてきますし、コミュニケーションも出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、選手はまだプロの選手ではなくて、みんな働きながら、午前中練習して午後から仕事という形で、でもその選手たちみんな目標を持っていて、いずれはプロになりたい、そしてプロの、J リーグになりたい、 J リーガーになりたいという目標を持って、毎日そういう時間をね切り詰めて、もう8万6400秒、を大事にね、大切に生活しているという毎日ですね。そんな選手たちはもう本当1分1秒、大事なんで、練習でも本当気持ちの入ったトレーニングが、されているというふうに思います。出身は大阪です。そうです。ずっと大学卒業まで大阪で過ごしました。小学校からもずっとサッカーしかしてないですね。最初は楽しかったからやってたんですけど、小学校5、6年生ぐらいの時に初めてプロの試合を見て、こういうところでやりたいなと思ったのがきっかけでプロを目指し始めました。朝起きるのはちょっと辛いです。
けど疲れが溜まってるっていうふうにはあんま感じないですね。意識はしてないですけどでもやっぱお世話になってるんで休むわけにいかんなっていう気はずっといます。日曜休みやのに応援しに来てくれる人がたくさんいるんで、この職場では。なんで僕が休んでたらダメやなっていうのはいつも思ってます。そうですね、小学生の時から周りよりかなんでかわかんないですけど投げれるようになってて、でそれをずっと小中高大と投げていくにつれてもだんだん、ね、飛ぶようになった。まあ、福井に来ていっぱいお世話になっているんで、今はそれこそ昇格させるっていうことが近い夢です。そうですね、だから彼らも大変な思いしてもう本当練習でくたくたなんですけど、仕事も頑張ることによって職場でも職場のみんなに愛されるようになるわけですね。そうすると職場のみんなもサルコスを応援しよう、その選手を応援しようっていうことになって、その場がどんどん広がっていって、それがスタジアムに足を運んでくれて、スタジアムでもすごいコミュニティの場ができるわけですよね。それこそが地域活性化だというふうに思います。はい、世代を超えた、その役職を超えたいろんな男女もそれも関係なく、いろんなところでそういうコミュニティの場が広がる、これってスポーツの素晴らしさ、サッカーの素晴らしさだと思うんですよね。でそれをスタジアムで一緒に福井って地元のチームを地元の県を福井を連呼して盛り上がる、こんな最高なことはないというふうに思います。